how slow living can be life-giving. Although we might disagree, if most our lives are lived in black and white. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は可愛い手帳の書き方シリーズ。手帳のマンスリーページに春のイラストを描いていきます。3月や4月のページが少し寂しいな、何か彩りが欲しいなと思っている方にぴったりの内容です。ほんの少しのイラストでもページがぐっと華やかになって手帳を開くたびにワクワクします。今回はそんなマンスリーページの春のイラストを楽しむコツをお話ししながら一緒に描いていきましょう。最後までゆっくり楽しんでくださいね。ということで早速行ってみましょう。まずは使っていく文房具のご紹介から。手帳タイムのファンタジードットマーカーが4本と、パイロットさんのジュースメタリックシリーズが2本。最近組み合わせてイラストを考えるのが好きなので、春っぽく爽やかなラインナップで考えてみました。あとはマーカーペンも使いやすいので、ゼブラさんのマイルドライナー2本を含めた合計8本でイラストを描いていきます。あえてピンクを外してみました。マンスリーページは一目で予定がわかる大事なページ。でもそこに小さなイラストを添えると、ただのスケジュール帳ではなくて自分だけの特別な1ページに変わります。基本的にはどの手帳でも楽しめますが、今回は手帳タイムの3月の手帳テンプレートに描いていきます。とっても簡単なのでぜひ一緒に描いてみてくださいね。それでは始めていきましょう。まずは可愛いクローバーから。ドットペンで外から内にシュッシュッと中央に集めて、グリーンではなくキラキラのイエローで外枠をくるっと追加します。軽やかなクローバー。中にもう一つ模様を入れるとさらに素敵です。次はクローバーのラインを描いてみましょう。同じ要領で外から内に、そして外枠はキラキライエローペンという組み合わせ。春っぽいデザインです。続いて菜の花。黄色い花を一面に咲かせる菜の花を見ると、春が来たなーって季節を感じることができますよね。花びらは黄色いドットペンでポンポンとして、茎や葉っぱの部分はライトグリーンのキラキラペンで仕上げます。菜の花は元気いっぱいとか快活というポジティブな花言葉を持っていて、春にお誕生日を迎える方にはイラストや花言葉を活用するのも本当におすすめです。さて続いては簡単かわいいチューリップです。花びらは卵型に1本線を追加して、葉っぱは下から上にスーッと抜きます。チューリップは赤以外にも黄色だったりピンクだったり紫だったりいろんなカラーがあるので、手帳の雰囲気や使う文房具に合わせて色を変えてみるのも楽しそうです。1本かけるとそれを束にして花束にもできるので、春を感じたい時にぜひ描いてみてください。次は春っぽいフレームを3つご紹介します。まずはマーカーの幅を利用してこのように線を重ねていきます。次にドットペンの細ペンでさっさっさっと線を追加。これは木の模様をイメージしています。ベースが完成したらあとはキラキラペンで周りに葉っぱを追加して完成。葉っぱはランダムで大丈夫。続いてドットペンで四隅に2つずつドットを作り、ドットの間をキラキラペンで埋めます。ここはプラスマークを書くだけ。少しアレンジするときは隙間に赤いドットを1つ追加してテントウムシを書いてみましょう。すごく爽やかなフレームになりました。3つ目のフレームはタンポポをイメージします。まずは黄色のマーカーでこのように形を作り、
角はくねっと曲げてつなげます。キラキライエローで外枠にギザギザをつけると、なんとなくタンポポになってきました。内側は直線で囲むとイラストに締まりが出てきます。角はリボンを描くように斜めに配置するととっても可愛いです。タンポポに見えてきましたか？次は春の生き物蝶々です。線を抜くように上からは少し長めに、下からは少し短めに線を集めていきます。キラキラペンで外枠を描きますが、この時重要なのは線の柔らかさ。ベースの形からはみ出る方が躍動感が出るので、なんとなくこんな感じという意識で気軽に描いてみてください。蝶々は大きく描いても小さく描いても色を変えても素敵なので、色違いでも描いてみますね。同じ要領で外枠を追加して、はい、出来上がりです。次は鳥です。ドットをポンと一つ、半円を描いて波線でつなげます。細長い三角を描いて小さい三角形をつけたら完成。あとは外枠をキラキラペンで囲みましょう。線と線の間は少し隙間を空けるのがポイントです。次は美味しそうなイチゴに挑戦。シンプルな形と色の組み合わせで自分らしいイラストになります。線がちょっと歪んでもそれが手書きの温かみ。シンプルなイチゴのイラストはとっても描きやすいので、例えばこのように2つ並べて、そして最後につなげるとキーホルダーのようになります。さてここまで来たらあとはおまけのイラストです。いろんな春カラーで丸い推しピンを描いてみます。最初に色を決めておくと色選びに迷わないのでいいですよね。特に毎月のイラストは季節やテーマカラーを意識すると統一感がアップします。3月4月に使えるイラストは優しくてふんわりした色を使ってみましたが、皆さんどうでしょうか？春らしいページになっていますか？ただドットを球状に描いてその中にプラスマークを入れるだけ。特に意味も考えず描きたいと思ったものを描いてみるだけでも心がほっと軽くなります。無理せずできる範囲で楽しむのが一番ですよね。ちょっと変になったなとかバランスが悪すぎるなとか、私もよく失敗するんですが、そういう時はまあいっかという気持ちで全然気にしません。ちょっとくらい想像と違ってもこれはこれでよしと思えるとどんどん気軽に描けるようになりました。だから皆さんもぜひまあいっかの精神で最後まで描いてみることをお勧めします。そしてもしどうしても気になるなら後からシールを貼ってごまかすとか、カラーペンで少しだけ塗り足してみるとか、いくらでもアレンジができるので大丈夫。あとはそもそもバランスが悪いと感じるのって自分の目がどんどん成長している証だったりしますよね。つまりこうした方がいいなって思えることは自分のセンスが磨かれてきてるってことなのかもしれません。ちょっと失敗したと思ってもそれを含めて今の自分の記録として楽しんでみてください。はい、こんな感じで完成です。イラストが完成したので実際に1ヶ月過ごした場合どうなるのか文字を追加してみましょう。使った文房具はジェットストリーム 0.5mm 黒のボールペンです。ここで完成までにちょっとしたお話をしますね。このマンスリーイラストを撮影するときどんなイラストにしようかなと悩むよりもどんな文字を追加しようかなと悩む時間の方が実は長いです。自分の行動パターンはいつも同じで予定がない日の方が多いからなんですが、だから私も含めて予定がない方でも楽しめるマンスリーを考えてみました。予定ではないけど深呼吸しようとか疲れたとか自分の状態を書いたり、例えば気分が上がるちょっと短い英文の名言を書いてみたり、
お花を描いたいとか映画を見たいとか願望を書いたり、そうするとなんだか手帳が今の自分の気持ちに寄り添ってくれる感じがするなと思いました。予定がぎっしり詰まってると手帳って管理するものみたいになりがちだけど、こうやって気持ちを書き込んでいくと手帳がもっと自分のための場所になる気がします。気楽に気楽に、スペースがあれば書きたいものを書いて、こんな感じで仕上げてきました。文字を追加した後のマンスリーはこんな感じです。よく見るとスケジュールは全然ありません。でも開いた時の楽しさがぐーんと増える手帳になったと思います。もしマンスリーページに何を書こうかなと悩んだら、予定がなくても今の自分を書き込んでみるのもおすすめです。自分の手帳に自分の言葉を残す。そうすると手帳を開くのが楽しみになるかもしれません。春になるとなんとなくピンクを取り入れたい、もう少し春らしくピンクを追加したいなと思った時は、例えば桜のステッカーを貼るとそれだけでページがパッと明るくなります。ピンク系のマスキングテープを使うだけでもふんわり可愛らしい雰囲気になったり、少し印象が変わりますよね。あとは3月のテーマカラーに合わせてマスキングテープを活用するのも素敵です。カラーが自然に馴染んですごく可愛いと思います。ということで今回は可愛い手帳の書き方シリーズ、手帳のマンスリーページに春のイラストを描いていきました。マンスリーはどんなサイズ、形でも可愛くアレンジできます。ぜひ自分の手帳サイズに合わせて今日のイラストを取り入れてみてください。皆さんが春をもっと楽しめますように。そして気づけばもう3月、あっという間です。新しい季節、いろんなことがあるかもしれませんが、手帳を開く時間がちょっとした息抜きになりますように。今月も無理せず楽しい気持ちで過ごしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Porque mi amor, why did you close your